いやー、もう2025年ですね。なんか、子供の頃って2020年とか遠い未来のように感じていたんですけど、30過ぎてからめっちゃ時間が経つのが早いなって思うことが多いです。だって今、2005年生まれの子とかが新宿2丁目で飲んでたりするわけじゃないですか。2005年生まれってなんだよって思いますよね。もう自分からしてみたら、2005年なんて去年ぐらいの感覚なので、まあでも今、自分はゲイですっていうのをこう言った上で顔出しで YouTube なんてやってますけど、まあこれも時代が変わったからこそできることなんですよね。それこそ2005年と2025年この20年でもうガラリと世の中が変わりましたから、多分20年前にまあ当時 YouTube なんてものはなかったですけど、あったとしてね、こういう活動をしてたらめちゃくちゃ叩かれてたと思いますね。もうそれこそゲイキモいだの、同性愛は理解できませんだの、いろいろコメントで書かれたと思います。2007年とかにサービスを開始したニコニコ動画ってあるじゃないですか。だからそこでまあ当時最初の頃にこう LGBT として活動してた人たちは漏れなくそんなコメントばっかりだったって言ってますもんね。ゲイキモいだのなんたらかんたらみたいな。だからその LGBT への理解っていうのはこの20年で本当に変わったなと思います。今の10代20代の子っていうのはこう思春期の頃にもすでにこうゲイアプリがあって、ツイッターとか SNS ではこう顔出ししてるゲイがたくさんいてみたいな、それが当たり前じゃないですか。そんなの多分今の40代以上の人たちからしたら考えられなくて、まあもちろんね、昔もそのパソコン通信とか、まあインターネット初期の頃とかにもそういうゲイに特化したものっていうのはありましたけど、まあ今と違ってその顔出ししてるゲイっていうのがまあ珍しかったっていうか、こうアプリみたいにこう顔出ししてる人の中から選ぶなんて便利なものじゃなくて、こう顔がわからない相手とこう文字だけでやり取りが始まってみたいな。パソコンの普及率もまあすごく、まあ、パソコンっていうのが高価だったっていうこともあって、今みたいにみんながスマホ持ってるような時代ではないので、ほとんどの人が持ってなかったわけで、90年代とかはね。出会うツールとしてはスタンダードではなかったんですよ。そのパソコン通信とかインターネットっていうものが。スマホも携帯もない、パソコンもみんな持ってないってなると、やっぱり当時のゲイとしてはその2丁目とかゲイバーに行くっていうのがこうスタンダードな出会い方というか、まあメインというかそういう感じだったと思うんですけど、あとゲイ雑誌、当時はゲイ雑誌がいろんな雑誌が出てて、まあ、そこに文通欄とかがあったっていうのは聞きますよね。それはさすがに自分の世代よりもうちょっと上の人たちだと思うんですけど、まあその雑誌をこう文通欄ペラペラペラってめくると、こう簡単な自己紹介文だけ見て、そこにこう編集部を通して手紙を出すみたいな、なんかその文通欄によってはその写真が、顔写真が印刷されてるページとかもあったみたいですけどね。だからとにかく昔のゲイっていうのは今と違ってこう出会うまで大変で、自分と同じゲイを探すだけでもこう一苦労だったわけですよね。あと今と違って新宿2丁目っていう場所がもっと秘めたるところだったんですよね。その日本中からゲイが集まって、もう土日なんか2丁目の中通りとかも人で溢れ返ってたって聞くので、そこは昔のゲイの方が羨ましいなって思うんですよ。渋谷にケイビーっていうゲイバーが昔あったんですけど、そこにまあ通ってたんですよ。で、まあ当時自分が20代前半の頃にその隣に来たお客さんが40代で、だからその頃の40代っていうのはもうバブルの新宿2丁目にこう出入りをしていた人なわけで、その隣に来たそのバブルを経験した
ゲイのお客さんがその当時の2丁目はすごかったっていう武勇伝をめちゃくちゃ語ってくるんですよ。俺当時バブルの時大学生だったんだけど、もう2丁目の新宿公園に行ったらみんなが酒おごってくれて可愛いって言ってくれてお小遣いくれたりとかしてみたいな、そんな話をして、でなんかその新宿公園でなんか友達と飲んでたら急になんか50代ぐらいの白髪混じりのおじさんがやってきて、君かわいいねって言われて、10万円お小遣いあげるからおしっこかけさせてって言われたんだってで、なんだこのじじいはと思って、でも10万円か、おしっこかけられるだけで10万円か、いいよって言ったんだって。そしたらその場でジャーってチャックを下げて、そのおじさんがもうしゃがんでって言われて、その場にしゃがんだ瞬間チャック開けてジョボジョボジョボって頭の上からおしっこをかけられて、はい10万円みたいななんかそういう武勇伝を語ってたんですよ、その飲み屋でね。でそれを聞いた時に自分がすげえその話風刺画になるじゃんって言ってなんかほら明るくなっただろうみたいなの100円札をこう燃やしてね、成金映画時代みたいな、もうまんまその風刺画じゃんみたいな、もうだからそのバブルの時の2丁目の出来事をこう風刺画にするとしたら、どうだおしっこあったかいだろっつって10万円を手に持ってるみたいな、だそれぐらいバブルの頃の2丁目っていうのはもうすごかったって聞くんですよ。でもやっぱりその頃のゲイたちっていうのはそれこそインターネットってものが普及してないから、わざわざ2丁目に行かなきゃいけないわけですよね。だからその点今のゲイの人たちっていうのはこう家にいながらスマホを見ながらこう気軽にゲイを探せたり、SNS でみんな何してるんだろうなってこう情報収集できたりっていうのは、今の方が手軽だしお金もかからないのかなとは思いますよね。地方とかに住んでたらなかなかこうゲイが集まる場所に出向くっていう機会もないので、IT の発展がゲイの出会いも発展させたと言っても過言ではないと思うんですよ。あとやっぱ今の10代20代の子って若い時から自分の売り方を分かってる子が多いんですよね。なんかそれこそ自分なんて30歳ぐらいまでもう自分がどんな見た目になればいいのかとか、どういう風にしたらゲイにモテるんだろうとか全然わからなかったんですよ、その年になるまで。なのに今の子っていうのは10代とか20代前半ぐらいでもこうやっぱ SNS とかアプリで売れ筋のゲイとかこうゴーゴーボーイとかそういうのを見てきてるのか何なのか知らないんですけど、もうそういう若い子がデビューしたゲイデビューしましたって時からもう完成形というか、なんでその若さでゲイの全てを分かってるの君みたいな、俺なんか30過ぎてやっと分かったのにみたいな君なんで18歳とかでもうその見た目をしてるんだい、おじさんびっくりしちゃうよみたいなね、もう感心しちゃうんですよね。逆にやっぱ自分とかの世代よりこう上の人たちっていうのはゲイデビューした時にそのゲイアプリもツイッターもそういうのもなかったわけで、やっぱ情報収集ができないからこう何が正解で何がモテ筋かも分からずにこうありのままのこう自分でそういうゲイが集まる場所に行っちゃって、でその場所で思いっきり浮いちゃって、でとぼとぼとぼってこう精神的ショックを受けながらこう家に帰宅するみたいなやっぱ初回からこうチヤホヤされてモテまくってたなんて人はほとんどいなかったと思うんですよね。何がありのままだよみたいな、ふざけんなアナ雪みたいな、ありのままを愛してくれる人なんかいねえじゃねえかみたいな、もう本当そういう感じだったと思うんですよ。それこそインスタとかで10年前の自分を晒すストーリーとか流れてくることあるじゃないですか。
ゲイデビューした時の何十年前の自分の自撮りを晒しましょうみたいな、それとかみんなのこう見てると、今すごく可愛くてゲイ受けする感じの見た目の子でも、やっぱりそのデビューしたての時っていうのはなんかやっぱ細くて、なんか眉毛も変にこういじって細くてみたいなで、やっぱみんなのその当時の写真とかを見ると漏れなく悲惨なんですよね。これで2丁目行ってたのお前みたいな。だそういう人たちもやっぱりこう人に見られるようになって、こう垢抜けていって、ゲイとしてのこう見た目が完成していくっていうものだったんですよ、うちらの世代っていうのは。それが今の若い子っていうのはもうゲイデビューしましたっていう最初の段階からもう完成形になってるから、すげえなって思うんですよ。本当に賢いなって。うちらは本当にこう失敗して学んでた世代なので、今の若い子たちはもう失敗しないで最初からこううまくできるんですよね、器用に。だから自分が若い時にゲイアプリとか SNS があったら、自分のゲイの人生はだいぶ変わってただろうなって、こう若い子、今の若い子羨ましいな、ずるいなって、おじさんたちはみんなこう若さへの嫉妬だけじゃなくて、その生きた時代の違いにすごく理不尽さを感じてたりすると思うんですよ。自分が若い時はそんなのなかったしみたいな。その気持ちももちろん分かりますよ。自分もその世代なので。でも今ってその秘めたるものみたいなのはすごく薄れてる気がするんですよね。さっきも言いましたけど、新宿2丁目もやっぱ当時に比べたら今はすごく閑散としちゃってますし、出会いの場というよりも今は女性とかのんけの観光地みたいになっちゃってますから、やっぱり昔ながらのその2丁目独自のなんていうのかな、その周りの目を気にしてこう影の場所で結びつくというか、そういう情緒みたいなのがあったのはやっぱ昔の方だと思うんですよ。なんかその閉鎖された空間でこう秘密の分かち合いというか、なんか独特な空気があったじゃないですか。今はいい意味でも悪い意味でも何でもオープンになってきてるので、だから昔のこう世間では理解されてなかった大変だった芸の世界だったからこそ、こう結びつきの強かったあの空気感というか、なんかそういうのを経験できたのはその時代を生きた芸たちだけなわけで、思い出としてね、その芸と出会うのも大変だったんだよっていう、昔はっていう、そういうなんか懐かしむぐらいの余裕をこう人として持てたらいいのかなって思いますよね。あとそれこそゲイとは関係なしに、今って昭和の文化を羨ましがる若者ってすごく多いんですよ。だからそれってやっぱ裏を返せば今は便利になったけど、同時にすごくつまらない時代になったってことだと思うんですよね。だから若者が逆にこう不便さだったりそういうものに憧れてるのかなっていう、そのゲイの世界もそれと同じのような気がしていて、なんかやっぱ今より昔の方がなんかワクワクしたものがあった気がするんですよね。ゲイの世界は本当に見た目が重視される世界だと思ってるので、年は関係ないというか、50代60代でも本当に素敵なゲイの人っていうのは世の中にたくさんいるので、努力して筋トレしてたり、こう見た目年取っても清潔感をこう保ってる若々しい人とか、やっぱのんけの人に比べてゲイの人ってすごくそういう人が多いなって思うんですよね。こう自分にこう気を使ってるというか。だからそういう人たちはやっぱ昔そういうゲイアプリとかそういうツールがなかった世代の人たちだと思うんですよね。その若い時に思うような行動ができなかった人たちだと思うんですけど、今からでもね、全然遅くないので、なんかガンガン SNS とかアプリを使ってなんかやってほしいですよね。なんか自分もそういう素敵なおじさん、5、60代のおじさんと出会いたいので。でも今なんていうのかな、
すごく若さというか清潔感を保ってる割と年配のゲイの人たちっていうのはきっとゲイアプリとかがなかった時代もあの手この手を使って出会いとか求めてすごくキラキラしたゲイライフを送ってた人たちな気がしますね。まあそんな感じでこの20年で本当に LGBT が生きやすくなったなとは思うんですけど、まあでもいつこう世の中の風向きが変わってしまうかわからないので、それこそワイマールとかの頃は、まあ、LGBT のパラダイスだったじゃないですか。それがナチスドイツになって急に同性愛者が強制収容所送りにされてしまうみたいな、そういうね世の中の手のひら返しも全然あり得ると思うので、これから先の時代、まあ、だからそうなったらマリーネ・ディートリヒみたいに亡命しますけどね、タイかどっかに。その時タイの皆さんよろしくお願いします。ということで、以上です。